こんにちは、さゆりです。皆さんお元気ですか？最近私のレッスンを受けてくれている学生が日本旅行に来たり、日本旅行を計画したりしている話をよく聞きます。皆さんは日本旅行の予定がありますか？皆さんは海外旅行をするときに何か心配なことがありますか？私が海外旅行をするときによく調べるのはレストランのこと、そして電車やバスなどの交通のことです。皆さんは日本の交通についてよく知っていますか？日本の交通といえば新幹線、電車、バス、タクシーなどが旅行の時によく使われるかと思います。今日のポッドキャストでは日本の電車のマナーをテーマに話そうと思います。ある私の学生は日本の電車はとても静かでしたと話していました。皆さんは日本の電車に乗った経験がありますか？日本の電車にはいくつかルールがあります。初めて乗る人はちょっと緊張しますよね。でも大丈夫です。今日はいくつかルールを紹介します。では早速始めましょう。まず一つ目、電車を待って並ぶ時のルールです。電車を待つときはドアの左右で待ちましょう。左右というのは左と右のことです。日本では電車を待つとき、ドアの前ではなくて左右に並びます。黄色い線の後ろで順番に待ちます。駅によっても違いますが、並ぶための線を書いているところもあります。そして電車が到着したら先に降りる人を待ちましょう。みんな降り終わったら乗るようにしましょう。次に2つ目。話す声は小さくしてください。車内では声を控えめにします。友達と話すときも小さな声で短く話してください。たくさん笑ったり、大きな声で電話をしたりするのはあまり良くないです。そして3つ目です。スマホの着信音、通信音はマナーモードにして、通話はしないでください。通話というのは電話で話すことです。メッセージは OK ですが、動画や音楽はイヤホンで聞きましょう。4つ目に気をつけることは、優先席を譲ることです。体の不自由な方、ご高齢の方、妊娠中の方、小さな子供連れの方が来たら席を譲ります。もし席を譲るときは、こちらの席どうぞ、や、どうぞこちらに座ってください、というフレーズを使うといいですね。5つ目は、リュックは前にする。そして荷物を小さくすることも気をつけましょう。これは電車が混んでいる時のことです。人が多い時に気をつけることです。混んでいる時はリュックを前にかけます。そしてドアや通路を塞がないように荷物を体の近くにまとめましょう。最後の6つ目。駆け込み乗車はしないようにしましょう。駆け込み乗車というのはドアが閉まるときに走って乗ることです。これはとても危険です。次の電車やバスを待てば大丈夫です。安全に気をつけましょう。それでは駅や乗り物の中でよく聞くアナウンスを少し紹介しますね。はじめに駆け込み乗車はおやめください。駆け込み乗車はおやめください。これは走って乗らないでくださいという意味です。足元にご注意ください。足元にご注意ください。これは
黄色い線や乗ったり降りたりするときに、電車とホームの隙間に気をつけてくださいという意味です。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。これは携帯電話、スマホの音を消して電話はしないでくださいという意味です。優先席付近では席をお譲りください。優先席付近では席をお譲りください。困っている人に席を譲ってくださいという意味です。そして電車やバスなどの乗り物でよく使えるフレーズも少しだけ紹介します。電車やバスから降りたいけど人が多いという時に使えるフレーズです。すみません、降ります。すみません、降ります。それと、すみません、通していただけますか？すみません、通していただけますか？これも使えます。他にも、この席に座ってもいいのかな？空いているのかなと聞きたいときは、ここ空いていますか？ここ空いていますか？他にも、この席空いていますか？この席空いていますか？これも使えます。そして、人に席を譲るときは、こちらどうぞ。こちらどうぞ。こちらの席どうぞ。こちらの席どうぞ。これも使えます。今日は日本の電車のマナーについて話しました。皆さんは日本の電車やバスに乗ったことがありますか？乗った時はどうでしたか？このエピソードの感想や皆さんの国の電車のマナーもコメントやメッセージで教えてくださいね。このポッドキャストのスクリプトが見たい方は概要欄の URL からチェックしてください。そして日本語の練習がしたい方、私はオンラインで日本語のレッスンをしています。興味のある方は概要欄のメールアドレスからメッセージをください。それでは今日はここで終わります。また次のポッドキャストでお会いしましょう。